郭貴憤さん、当時21歳。工兵隊の幹部候補生だった郭さんは、爆心地から 2km の白島北町で被爆しました。あの日、郭さんは穴掘り作業に出かけようと整列していた時、突然鋭い閃光を浴びました。大野村の小学校に収容された郭さんは、肉親の名を呼ぶ叫び声や遺体を焼く匂いを鮮明に覚えています。韓国へ戻った郭さんは、母国で被爆者援護活動の中心となって活動を続けてきました。集合して、作業場に向かって10メートルぐらい歩いておったら、なんか爆音みたいな音が聞こえたから、いや飛行機がまた来たんじゃないかと言ったら、いいやそれは違うと、こっちは工兵隊だから、トラックのエンジンの音だろうと。そしたら、いやあれあれと言って、向こうの東の空を見たら、指さすのを見たら B29 号が2機こう方向を変えておったんです。そして朝日にこの飛行機のあれがピカッと光ったので、いや綺麗なもんだなとこうつぶやきながら、この頭を下げた瞬間に、火の海となってしまったわけですね。で初めはその火の海だと言っても、その当時はおそらくこういう火の海になるというのは、焼夷弾をガソリンをまいて焼夷弾を脅したんじゃないかと、そういうふうに、瞬間的にそういうふうに思って、それからこれ焼夷弾だったらこの兵舎が木造だから、この兵舎の近くを通ったらこれが火事になって焼け死にするかもしれない、だから逃げようということで、向こう炊事場の方に一生懸命に逃げたわけです。だから火の海になって暑いという感覚があったし、その隙なんか大きな音が聞こえたような気もするし、その瞬間を真っ暗くなってしまったわけです。それで真っ暗い暗闇の中をその向こうの東の方に向かってこう走っていったら、いろんな瓦が落ちるとか、木材が家が倒れながら木材が崩れ落ちたとか、そういうのを塗って炊事場の近くまで行ったわけですよ。それで炊事場の近くに行ったら、今からこう測ってみたら、100メートルぐらいなんですけど、とてもこう長いような、その瞬間はこれはもう死んではいかんと、生きるために、一生懸命に努力したのに、これでもう死ぬかもしれんというような格好がずっとパノラマみたいにこうみんな思い出されて、その炊事場の近くに行ったら、ちょうど暗闇がずっとこう止んだわけですね。でゴミだったらしいですね。それがずっと静まってこう見晴らしが効くようになりました。それでこう見てみたら、いや兵舎も残ってるし炊事場の建物も残ってるんですよ。ところがみんな屋根が飛んでしまって骨組みしか残ってないですよ。そしたら、いやこれは焼夷弾じゃないじゃないかというふうに思って、そしたらなんか直撃弾を大きな爆弾直撃弾を受けたんじゃないかというふうに思って、これではまた爆弾が今落ちてるから防空壕の中に入らなければならんというふうに思って、防空壕の中に足を突っ込んだ瞬間に背中が熱いですよ。それでこう襦袢を抜いてみたら、その時まで火がついてこう燃えておったのに、それもわからなんでさーっとこうもう逃げ回っておったと。ですぐそれを抜いて、それも足でもみ消して、それからこう見たらもう頭とか腕とか胸とかそういうところから血が流れておったから、これでは大変だということで、その工兵隊の吊り橋を渡って山の方に逃れたわけです。私は血はほぼ出血はあって、ちょっとこれ危ないなとは思ったけれど、これで死ぬということはないだろうというような考えがありましたが、
こう道端とか公園林を警備しておると兵隊なんかそこでみんなコロコロ死んでるわけですよ。でこれはおかしいな、どうしてこんなに傷もついていないのに人がたくさん死んでるかというのは目撃して不思議に思ったことがあります。ホラー穴がたくさんあるわけですよ。でその中に、逃れてそういうとこを考えてみたら、これではもう逃げる方法しかないじゃないかと、軍隊嫌になったからと思って、山を越えてどっかへ逃げようと。でこう出てきたら雨が降ってたんですよ。今考えてみたらあれが黒い雨だったらしいですね。で雨で濡れたら痛いからまたホラー穴の中にまた隠れたわけですよ。それでしばらくこう考えてみたら逃げる必要もないじゃないかと、もう戦争はこれで終わったのじゃないかと。こんな武器こんな爆弾をどんどん脅したらいくら日本だってそれはたまったもんじゃないから、もう戦争は終わったから、逃げる必要はもうないと、もうそういうふうに判断したわけです。それでまた出てきて同僚を探し回って、その時でうろうろしておったのに同僚の中でたくさん死んでおる者もおるし、今死にかけてる者もおるし、私の名前をこう呼びながら助けてくれと言った者もおるし、その人たちに私のその焼き残った着物を枕にしてあげたりしてその晩はこの山の向こうで、同僚と話しながら夜を過ごしたわけです。その翌日になるとだからどっかで乾パンは配給するというところはあったと聞いておりましたが、手当てをするところはなかったから、その翌日聞いてみたら東連兵の方に連兵場に呉の軍港から医療団が来ておると、それで治療してるからということで4、5人健康な者がね、その治療を受けるために向こうに行こうということでこう死体の中をこう歩きながら東連兵まで行ったんです。そして東連兵に行ってみたら少し山の麓に小高いところになんか治療所みたいのがあって、ここも遠いところでこう覗いてみたら治療というのがこのカージェも白いカージェじゃなくてもう何回も使ったから茶色になりましたからね、そのカージェになんか俳優なんかをこう浸して穴を4つ開けて目2つと鼻と口とそれを開けてから顔にやけどした顔にかぶしてやっとったんですよ。それでそれを見てみたら、いや私もあんな治療を受けるかと思ったらちょっとね、いやもう帰ろうということで東連兵の方向中央をね通りながらこうしたらもういっぱい被爆した人たちがみんなもう入りながら数千名がこっちでうろしておってね、私たちに兵隊さん助けてください水をくださいってちょうど私は空の水筒をこう持っておったわけです。そしたら水筒に水があると思ってかでくれって言って水はないし、それで私後から水はありませんよ言ってから水筒は投げ出してしまったんです。それでそう連兵場を向こうの東の端まで行ったら、その付近に中隊本部が仮の本部避難してきておるということでそこを探して中隊本部の方に行ったわけです。で中隊本部で、もう部屋なんかは重患者がたくさんこう寝ておって、臭いし、誰が誰かもわからないし、どうしてももう折れないから私たちはこう庭に座って広島がこう燃えてるの。夜の火事になるとなんか絶望感というか、その人間がね脅威脅かされるわけです。それが一見の火事でもそういうふうになるのに、広島全体が夜火事になって
赤々と燃えている状況というのは、これは一生涯そういう印象は忘れることはできないし、火事だけじゃなくて、今、広い東連辺の付近に数千名の患者が、助けてくれ、助けてくれと叫ぶ声とか、それから風が吹けば、その死体が焼けるその臭い匂いとか、だから収穫、視覚、そういうものをそう動員されたその絶望の状態、だから、地獄と、表現もしてもいいかもしれませんが、地獄をそう体験したわけです。で、こんなに惨めな状態になるこの戦争というものは、どうして人間がこういう戦争をしなければならないかというような儚いその気持ちにもなったわけです。今でも目をつぶったら燃えてる広島全体のね、火の海が見えるような気がします。それはもう臭いその臭い匂いが3日ぐらい嗅いだら頭が痛くてね、これはもう本当にうんざりするような死体の燃える臭い匂い、それも嗅ぎました。汽車に乗って、陸軍病院に、入院させると。それで相当陸軍病院の立派なところに入院できるかと思って期待してね、乗ってっていったら、ちょっと厳島の対岸になりますが、大野村小学校、大野村駅に降りて大野村小学校に歩いていったわけです。その大野村小学校は校門で、人が待っておって通った私たちを区別するんですね。あんたは重患者、あんたは軽患者ということで分けて、私には重患者だからというで、布団の破れたのを一つくれたよね、敷布団みたいなので、軽患者はむしろ一つやったんです。でそれを引き吸って教室に入る、病室というのは教室なんですね。教室に入ってみたらもういっぱいなんですね。で教室の門の後ろのところにちょっと空いたところがあって、そこにそれを引いてそのまま寝込みましたが、すぐ人事不正という人事不正になりましたが、今まで私は健康だと思っておったのに、お前は重患者だという宣言されたのと、それから何日かあんまり何も食べていないし、本当はそんなやけどをしてるから、体の3分の1ぐらいやけどしてるから、相当に熱も出ておっただと思いますが、そういうのがいっぺんに高ってきて、そのまま人事不正になって12日まで人事不正の状態が続いたわけです。一晩寝て起きたら今度4、5名ぐらいは死体になっておりました。だから熱に浮かれておったからいろんなことをやるんですよ。もう一生懸命に野球の試合をしてる者もおったし、もう恋人の名前を呼んでる者もおったし、だからちょっと平成に考えたらちょっとおかしいんだけど、そういう熱に置かれた状態なんですよ、それが。それであるものはこうして頭からこんなガラスの破片をね、もう取り出したり、もう耳が痛いって見たら、もうウジが耳の中で湧いてからね、それを引っ張り出したりもおるし、ここにカージをかぶせましたが、このやけどね、開けてみたら、もうウジがね何百匹もここでね、泳ぎしておったんですよ。そしてもう軍技さんに見せたら、それはウジをみんな掃除したからすぐ治るよと言って、何とも言う平気だったんですよ。そういう記憶がありますね。毎日みんな集まってね、集まるにはのことで、みんな朝起きたら髪を引っ張ってみるんですよ。髪の毛が抜けるんですね。で私も抜けたものは1日ぐらいでみんな亡くなっておったから、私もこれ抜けるから毎日髪を引っ張ってみたり、それから鏡の破片をみんな拾ってくるんですよ。鏡の破片を拾ってみて、木でからこの顔を見ながら彼をみんな掃除をするんですね。やけどのね傷跡を。そしたら血が出てまだやるですよ。
そういうことをしたり、白衣から血が出るな、鼻からも血が出るし、白衣からも血が出てたんですよ。そしたら肺血症だと言われて注射を打ったりしましたが、その注射1回打ってもらったらもうとっても痛いんですよね。それでその後にはもう注射を打ちに来たら私は逃げてしまって、注射も打たなかったし、薬も飲まなかったで、それでもだいぶ体の調子が良くなりつつあったわけです。物理学を専攻した兵隊が、いやこれはもしかしたら原子爆弾かもしれないと。それでその月末になってやっとこれが原子爆弾だったかもしれないということを悟り出して、原子爆弾にあってもいやどういう影響があるかは全然分からなかったわけです。だから、ある意味では自分の身体とか自分の生命に対して無鉄砲な自信感があったわけで、その無鉄砲が結局は生命生きることにつながったかもしれないと、私はそういうふうに思っています。強制連行されて、また強制徴用されて徴収されてきたのが、それは第1回の1度目の被害、それから被爆したと、原爆に被害させたと、被爆させたというのが2番目、それからそれを働きしたわけです。返してから40年間も働きした、だから30の被害者だと。それで、残ってるのは私たちの推測では、7000名から1万名ぐらいは残ってるんじゃないかと。でたくさん同僚と言ったらおかしいけど、被爆者協会にみんな上がって来て、笛を言ったり、した人が、ほとんど亡くなっておりますから。で日本の声優に向けて、韓国の被爆者をこんなに見捨てにしてはいかんと、いろんな面で、食材の面でも、それから道義的な面でも人道的な面でも働きちゃいかんということを強く訴えてきたわけです。20何年ぐらい訴えてきました。韓国人の被爆者の中で日本に来て証人を2人立てて被爆手帳をもらったのが約500名ぐらいになります。500名になりますが、私もこっち持っていますが、この500名の中でこの手帳を、それはもちろん日本に来るときに持ってくれば日本で治療も受けられるし、健康手当もそれは受けられますけど、ここにこういうハンコが押してあるんですね。この手帳は日本国内に居住する期間のみ有効です。有効ですというのは、これは日本政府が厚生省が便宜上これを通達という形でこれをしたそうですけど、これは法的にはね、これは無効なんですよ。これは健康手帳を出せば、この健康手帳の効力は日本によっても韓国によってもアメリカに行ってもこれは通用しないと、それはいけないんです。で、韓国人もこの日本に来てこっちに住んでおれば、滞在しておれば全く関係はありません。みんな治療もできるし手当も受けられるんです。しかしこれを一旦韓国に帰ればこの手帳は無効になるわけです。無効になるというのは、この手帳は日本国内に居住する期間のみ有効ですと。それから出れば無効になるということで、手帳は紙切れになるわけです。それで私はこれから韓国人の立場として、同じ被爆者で同じ手帳をもらったから、日本人と同じその処置が、同じ手段が講じられて、いいじゃないかと、いうことです。それでこれを少したどいて言えば、自分の子供があるわけですよ。自分の子供が自分の家に住んでいる時には自分の子供だが、よその家にこれ遊びに行ったと。そしたらお前は私の子供じゃないということと全く同じんですよ。だから日本に住んでおれば被爆者だし、これを持って韓国に行けばこれは被爆者じゃないというのは実は不合理だから、日本人と同じレベルでこの待遇を受けたいというのが私の
これからの仕事じゃないかと、そういう運動をせねばならんと、私はそういうふうに思っております。郭貴憤さんの証言でした。